Hello from Japan. Hi, I'm Satsuki. こんにちは、Satsuki です。I'm Furi ni sensei at Side Effects. Explaining in English is quite challenging for me, so I'm going to be speaking in Japanese today. There should be English subtitles. ということで、ちょっと英語はさすがに厳しいので、日本語でいきますと。本日何を紹介するかなんですけど、複雑なキューブのアニメーションとそのリグというものをですね、紹介しようかなと。このキューブのアニメーションもしかしたら見てくれた人もいるかもしれないんですけど、20.5 の新機能としてコペルニクスという形で従来の画像処理の機能っていうのが新しくなったわけなんですけど、そのデモの一環として実はちょっと動画に登場していたりします。どっかに出てこないのかな。はい、こんな感じでちょっと実は 20.5 の中で紹介されていたりします。動画で紹介されていたところというのは、主にこの合成というのがコペルニクスで行われましたということで、本日もちょっとだけ触れようと思うんですけど、それとは別にこのアニメーションを作る部分というのが、そこそこ面白いということで紹介してくれないかと、そんなことがありまして、こちらをですね、ちょっと紹介しようかなと思います。今回はですね、ちょっと30分ぐらいしか時間がないので、細かいところは見られないと思うんですけど、もしですね、もっと詳しく知りたいよという人がいましたら、実はですね、先日日本だけの話にはなってしまうんですけど、本が発売されました。今収録している時点では実はまだ未公開なんですけど、その本のですね、最終章の方での作り方をですね、より細かく解説していますので、よかったらですね、現状ちょっと英語になる予定はないんですけど、もしよかったら、特に日本語が読める人は手に取っていただけるといいかなと。PDF 版もあるそうです。はい。ということで、これが完成したファイルなんですけど、見ての通りですね、リアルタイムで動いています。非常に高速に動作してます。YouTube とかで簡単に似たようなリグを検索してみると、トップソルバーとかを使って逐次的にやっているようなものとかがあったりするんですけど、そういうことはしていなくてです。見ての通りですね、青いキャッシュはないですね。どんなコントロールを用意しているかという点についてはですね、こんな風になっています。一手あたりのアニメーションのこの緩急であるとか、あとは一手あたりの長さとか、アニメーションのスタートとか、この辺はそんなに特別なことはないと思うんですけど、面白いのはここです。アニメーションを作るときはですね、ここに回転記号を打ちます。例えば R って打つと、赤の面が90度、時計回りに回転します。ちょっと階層化されてると分かりづらいので、これを切るとこんな感じです。こっちは X プラスなんで、右側の面が時計回りに90度回転しますと。ライトなので右面が R で90度ですね。で、同様に L だったら左、U は上、B だと下、F はフロント、B だとバックという感じですね。反時計回りに回転するときは、プライムをつけます。180度回転したいときは、回転記号の後に2を入れます。というのが基本的な表記でして、この表記は、実はこの手のパズルをやるときにですね、よく出てくる回転記号でして、ネット上とかでいろんなこの解法とかいろんなものとかを調べたりすると、この回転記号が出てきます。ということで、それに準拠している方がいいだろうということで、これを入力することでアニメーションを作れるようにしました。連続した動きを作るには、スペースで区切って回転記号を追加します。なので、R2、L2、U2、B2、B2、2とかにすると、こんな風に市松模様ができたりします。というのが概要なんですけど、じゃあどこからどんな風に説明していけばいいのかなというのがちょっと難しいところなんですけど、大事なアイデアとして、リジットボディとかでよく使うアイデアがちょっと出てくるので、それを先に紹介しましょう。普通の球体がありまして、こんな感じのよくある RBD の表現なんですけど、RBD のキャッシュの方法として、ジオメトリをそのまま保存すると、マイフレームこの分だけジオメトリを保存しなきゃいけなくて大変なので、ポイントにして保存するというアイデアがありますよね。で、この上にコピートゥポイントみたいな感じで指定したピースをコピーするようにして配置すれば元のアニメーションが復元できるでしょうというような考え方があるんですけど、こうすると保存するのはポイントだけでジオメトリのデータをピースごとにマイフレーム保存しなくて済むので、非常にキャッシュが軽くなりますというメリットがあるわけですね。これと同じで、こっちのアニメーションも内部的に管理して生成するのは、こんな風なポイントのアニメーションにして、最後にコピートゥポイントでデータをコピーしましょうということをしています。今は単純に特に面白みのない形をコピーしてるんですけど、やろうと思えばもっと複雑なことをコピーすることも簡単にできますよね。そうするとゴールとしては、
このポイントのアニメーションを頑張って生成すればいいということになりました。じゃあこれを生成する方法を一個ずつ見ていきましょう。基本的な作戦としては、まず最初に入力が文字列として与えられるので、これを何らか頑張って加工します。ここはですね、今ここでなんでこのデータを持ってきたのって言ってもちょっと意味がわからないので、後の方で必要になった時にまた戻ってきます。で、そうして必要な情報っていうものを文字列から取り出した後に、一度ですね、各回転の状態というのを保存します。どういうことかというと、例えば今の動きだと、最初の状態から回転を6回行ってこの状態になるわけなんですけど、中間の動きは別にして、一旦各状態と、最初の状態も含むのでプラス1個ですね、の状態を止まっているデータでいいので保存します。アトリビュートとしてステート状態っていうので保存をしてるんですけど、例えば0にすると、これが初期状態であると。1にすると最初の一手を回した状態で、2にすると、次の一手をさらに回した状態という感じで、最終的には6まであるのかな。はい、6まであります。7以上は存在してません。で、そうして各状態、今7状態あるんですけど、これを一旦全部まとめて保存しています。1状態あたり、真ん中を除いて26かな、サブキューブがあるので、26×7 で182ということですね。状態を保存したら、この状態からアニメーションを生成します。アニメーションの生成の方については、一手あたりの時間というものを決めているので、うまく余りを取るなりして計算をすれば、今表示すべき状態というのは抽出できるはずですよね。それに基づいて、計算をします。そうすると、1手あたり20フレームという設定をしてるんですけど、なので、最初の20フレームは状態0で、なので0から19までですね。20フレームは状態0で、20フレームから次の状態に移ります。今状態でランダムに色をつけて状態が切り替わったのを分かりやすいようにしてます。で、また20フレーム進むと、次の状態に切り替わってというものを繰り返していくわけですね。で、そうすると、キューブの見た目としては、こんな風に一手ずつ進むことになるんですけど、このままだとアニメーションがないので、アニメーションを生成する必要があります。それをしているのが、ここですね。ローテートキューブって書いてあるんですけど、現在の処理すべきインデックス状態から、さらにフレームからうまく計算して、その状態からの回転というのが何%完了したかというものを入れると、キューブをうまく回転してくれるような、そんな仕組みです。これをつなぐと、ある状態から具体的な回転、一手あたりだけの回転というものを考慮することができて、アニメーションが生成されるわけだと。わかりやすいように色をつけてみると、最初状態0の状態をどの状態から回転が何%完了しますかというのを入れると、こんな風に状態0での回転というのが100% になったら、次へ移って、状態1の回転量 0% のところに移行します。そういうプロセスを繰り返すと、状態2に移って、状態3に移って、状態4というふうに次々切り替わっていくわけです。そうするとここで気になるのは、じゃあこの回転って具体的にどんな処理をしているのっていうところですよね。ちょっと中に入ってみましょう。そうすると、ちょっとノートが多いですけど、こんな風になってまして、各回転ごとに対応するトランスフォームがついているだけです。で、こうすると、もうちょっと頭のいい方法はないのかという感じはするんですけど、それはこの後紹介します。ただそっちの方法はですね、ちょっとかなり複雑でして、話もかなりややこしくなるので、本の中では紹介してないんですけど、ここはかなりちょっと難しいところですよね。リグを作るという意味の難しいだけではなくて、実際このアニメーションをじゃあ何らか使おうと思った時に、本当に N×N に一般化する必要があるのかっていうのを考えた時に、そこにかかる時間のコストみたいのを考えると、3×3 の場合だったらおそらくこれをやってしまうのが一番早いような気がします。で、誰が見ても比較的わかりやすいというのもありますよね。実際こうして一つ一つの記号、回転記号に対して一つトランスフォームを用意したことによって、最初に後でやりますといったこの回転記号から情報を得るところですよね。これも基本的には各記号に対して番号を割り当てるだけと
いうのをするだけなので、この部分のロジックがすごく簡単になります。これを動きというものをもうちょっと深く考えて、回転の方向と向きとかをいろいろ一般化していくと、ちょっとこの後紹介しますけど、結構複雑になるので、全部、なんて言うんですかね、いい感じに処理してしまうということをするのもいいんですけど、そんなに数がなかったら愚直にやってしまうというのも一つの手だと思います。実際、本の方ではちょっと複雑になりすぎるし、ページも足りないということで、こっちの分かりやすい方法を採用しました。なので、やることとしては、このセレクトインプットというところにデータを流し込めばいいだけでして、そうするとそれに対応した回転というのが自動で行われます。非常にシンプルです。というこのローテートキューブが、すでにちょっと見えてるんですけど、実はこの最初に各回転の状態をキャッシュするというところにも実は使われています。回転の結果を 100% 回転しましたということにすれば次の状態が順に得られるので、それをループして回してるだけですね。はい、本当はここもちゃんとデジタルアセットとかにすべきなんですけど、いろんな都合で今はしてません。という感じでちょっと長々話したんですけど、まとめると、最初に回転記号の前処理をした後に、何らかアニメーションを生成するための情報みたいなものにエンコードしまして、そして出来上がった圧縮されたデータから間のアニメーションを作るような、デコードするような処理があると。ただそれだけなわけですね。こうしてまとめてみると、割とシンプルなのかなという感じはしますが、細かいところがちょっとややこしいのかなという感じですね。そしたらここからは、完全にもうアーティスティックなコントロールをどうしていくかという世界なんですけど、ここでやっているのは単純な階層化です。具体的にはこれをこうするということなんですけど、すごく複雑に見えるんですけど、やっていることとしては、最初の状態26個から適当な個数だけ抽出して、ちょっとコピー用に B スケールとかいろんなアトリビュートの話はあるんですけど、そういうのをちょっと調整しまして、その上に元のキューブをコピーしてきているというような感じです。というのを、もう一度同じステップを繰り返しまして、こんな風になりますというのをマージすると、割とシンプルですけど、情報量を増やすにはかなり手っ取り早くていい方法なのかなというところです。ということで、じゃあ次に移りましょう。ちょっとキューブの色が変わったと思うんですけど、ここからは、さっきちょっと言った一般化の話です。例えば今これ 3×3 のキューブだと思うんですけど、これをこんな風に任意のサイズに変えられるようにしてみたのがこっちです。サイズを変えても、それらしく正しいアニメーションができています。基本的な仕組みとしては、さっきと同じで、回転記号を何らか前処理をして、その後、一度状態というものを全部キャッシュして、そこからアニメーションを作り出すということをしているわけなんですけど、問題になることが2つあります。1つはさっき言った一般化することによって、さっきのように1つの回転記号に対してトランスフォームを1個用意しようということをすると、ちょっと対応がかなりめんどくさいというか、人間がやるにはしんどいレベルになってきます。というのも、今ここでサポートされている回転の形式として、今まで通りの R であるとか L みたいな記号もあるんですけど、実はもうちょっといろいろ調べてみると、大文字の6面とその半時計回りとかそれだけではなくて、小文字で書くと、この 3×3 の方が分かりやすいと思うんですけど、その面だけを回すんじゃなくて、小文字にすると右側を回せるだけ回すみたいな処理をすることがあります。U とかについても同様で、例えばこうなったりとか、で、あとはこんな風に数が増えてくると、この一面だけを回すんじゃなくて、ここから1個入ったところ、つまり右から2番目の層だけを回したいであるとか、右側2つだけを回したいとか、いろんな需要があると思うんですけど、こういうものを全部に対応しようとすると、ちょっとさすがに手作業でトランスフォームを置くのがかなりしんどいですよね。ということで、何らかここを一般化する必要があります。そこで、さっきは回転記号に対して、1個あたりの ID を振ってスイッチで分けるだけだったんですけど、こっちのリグでは何をしているかというと、回転の方向と面の ID、正確に言うと面だけではないんですけど、普通のアルファベットとしての記号と、あとは回転の方向ですね。90度なのか、どうなのか。半時計回りだとマイナス1とかになるんですけど、あとは
面からの深さみたいな情報も持たせることにしました。例えば今のだと深さが2という判定になってます。そうすると、この回転記号、この手のパズルをやったことがある人はちょっと思ったかもしれないんですけど、こんな回転記号はですね、一般に使われているものではないです。さっき 3×3 で見たような回転記号っていうのはよく使われてるんですけど、一般に N×N の形においてなんか回転記号があるのかなって言ってちょっと調べてみたんですけど、統一的な方法というのを見つけることがちょっとできなくてですね、独自に拡張をしています。この拡張の方法は私が考えたものなので、いろいろ意見はあると思うんですけど、一応ちょっと気持ちの部分を話しておくと、キューブを揃える時っていうのは、だいたいこの一番外側の枠、だいたいコーナーとエッジと、センター、露出している面が1面だけなのか2面だけなのか3面なのかっていうのをで分類をしまして、だいたいこれをですね、先にこうまとめてしまって、こんな風に 3×3 と同じような状態にしてから揃えるということをするのが普通なので、3×3 の記法でこれを打った時に、そういう状態になってほしいという気持ちがありまして、例えば R とかにすると、こう、なんか全部を回すのはどうなんだろうみたいなのはちょっと思うかもしれないですけど、3×3 にした時のこの状態っていうので、エッジの部分とセンターの部分を全部含んで、こう回しますみたいな記法を一般に拡張した時に、良くなるでしょうというような記法にしました。で、コロンを打って、その後ろに数字を打ち込むと、対応した分だけ列を残すなり、あるいは大文字の場合は、こっち側から何層移動しましたっていうので、カウントするようにしました。で、これを拡張したことによって、さっきみたいな ID をただ対応させるだけだとちょっとどうにもならないということで、記号と、あとはさっき同様に、プライムとかの反対の回転の記法にも対応しなきゃいけないし、それに加えて2とかが入ってくる場合もあるということで、この辺にちょっと全部対応しなきゃいけないというので仕方なく、その辺を全部処理しているのがここです。かなり場合分けがややこしくなって、あんまり書きたくないなという気持ちになってるんですけど、これで今のところバグはなさそうという感じがしてます。それに加えて、トランスフォームを全部自動でやらなきゃいけないので、トランスフォームに渡すグループの部分をちゃんと指定しなきゃいけないと。で、これも回転記号がどうしても入ってきてしまうんで、仕方なくかなり場合分けをしてるんですけど、どっち方向にどれくらいの角度で回すのかということを決めまして、あとはどのキューブを動かしてどのキューブをそのままにするのかみたいなところも、かなりこの辺のプラスマイナス1がややこしいんですけど、全て一般化されてます。で、そうしたら動かす部分というのだけを切り取りまして、対応する回転というのをさせればいいと。この辺も全部さっき計算した式が入ってまして、一般化されてます。ちょっとこれはですね、非常にややこしくて、ページも取ってしまうし、いろいろ難しくなりそうということもあって、本の中では実は紹介してないんですけど、こんな風に一般化することもやろうと思えば可能ですと。たださっきも言いましたけど、これを本当にする必要があるかというのは、何でも一般化すればいいというわけではないので、必要なところだけをちゃんと作っていく方がいいと思います。あとはそれに合わせて、下の方のアニメーションを作るところというのが若干変わってるんですけど、やってることは大体同じで、必要な状態を取り出して、どこを動かすかっていうアニメーションを作って、トランスフォームのアニメーションを同じように作りまして、で、最後にコピーしているだけと。そういう感じで、ちょっとかなりややこしい話なんですけど、うまくこういう複雑なアニメーションのリグであっても、うまいこと組み立てていくと、そこそこ高速に、かつ柔軟に処理ができますということです。というのが、リグ部分の話です。あと、ここからはもう完全におまけなんですけど、リグの部分ができて、アニメーション自体は、この回転記号、文字列だけを入れれば簡単に生成できるという状態になったので、こうなると、自動化していろんなアニメーションを書き出したいというのが、フディニを使っている人の、考えというか、考え方というか、だと思いますので、それもやってみました。この辺にトップネットがありまして、真ん中では回転記号を持った CSV というのを順に入れまして、レンダリングとかいろんなことをして、ボタン一つでたくさんの動画を生成できるようにしてみました。ちなみに入力している CSV というのはこんな感じでして、
たくさんのパターンキューブを作るアルゴリズムなんですけど、それを入力しているだけです。そしてさらにおまけとして、新しいコペルニクスの方でもレンダリングをするというのをやってました。これが 20.5 の紹介ビデオの中に出てきてたわけですね。あんまり中のことは触れてなかったと思うので、ちょっとだけ余った時間で触れようかなと思うんですけど、コップネットの中で 3D の情報を全部ラスタライズして、いろんなノーマルだとかポジションだとかいろんなパスあると思うんですけど、そういうのをもとにライティングとかも全部やりまして、この中で全て絵が完成しています。だから一度レンダリングしたものを加工しているというわけではなくて、この中で直接レンダリングをしているということになります。ラスタライズジオメトリーっていうのがあって、普通のカメラデータから画像をこんな風に生成できるモードがあるんですけど、この情報をいろいろ使いまして、例えば、ライティングだったらこのベースの光とこっちとこんな感じにしまして、加算して重ねるとこんな風になります。で、あとストロークの部分はノーマルベースのやつであるとか、手書き風な線であるならば、こういうストレートなラインをちょっとノイズとかを使ってディストーションをかけるとか、で、そうしてパスを一個ずつ重ねていくわけですね。あとはオブジェクト単位の、こんなラインとか、サブキューブ一個ずつのラインですね。ちょっとだけキューブがなんか全体的に横とくっつきすぎている気がしたので、ちょっとだけこう分けるような線を入れてみたりとか、でこっちは、もうちょっとこう明るくして色の境界を出そうみたいにしたやつとか、そんな感じです。であとこれは外側の縁取りですね。であと背景を合成したいんですけど、実は今この画像っていうのは、このカメラを撮ったところの座標にこんな風にいてしまうので、このまま背景を合成しようとすると、場所が違ってうまく合成ができないので、元のこのカメラから見た位置ではなくて、先に位置をリセットして、それからちょっとパターンを作りまして、合成していると。であとはカスタムのグローみたいなものを作りまして合成すると、こんな感じと。さすがに毎秒60フレームとまではいかないですけど、そこ高速にリアルタイムで結果が確認できるくらいの速度では動いています。というところで、これ果たして時間が今どのくらいになっているのか、ちょっとカットしてみるまでわからないんですけど、時間ギリギリな気がするので、この辺で終わりかなという感じです。はい。ということで、ちょっと突然画面が変わりまして、実はカット編集中の私なんですけど、思ったよりですね、時間に余裕があったということで、完全におまけのおまけというか、ちょっとフーディーニとは話が離れるので、収録してなかった内容なんですけど、よくある質問があるので、ちょっとそれに回答しておこうかなと思います。キーノートにも出てきたこちらの動画なんですけど、この動画よく見るとですね、一見ランダムな動きをしているように見えるんですけど、最後の方で元の状態に戻るんですよね。なんかこう、うまいこと裏の方で入れ替えたりとか適当にごまかしてるのかなと思いきや、実はこれ本当にそうなってまして、お手元に本物のキューブを持っている人はですね、ぜひ回してみてほしいんですけど、実はこの40手ぐらいのこの長い手を回すと本当に元に戻ります。この動きをですね、一体どうやって見つけたんだ、作ったんだという質問が、過去に何件かありまして、簡単な回答をすると、これ実は全然封印とは関係なくて、CPP で自前のソルバーを書いて実行してるんですけど、実際に動いてるものをちょっと見てみましょうか。ここに初期状態のスクランブルを入れると、それを解いてくれるというプログラムなんですけど、実行するとこんな感じでインプットに対して何らかアウトプットとしてどうやったらキューブが元に戻るのかということを自動で探索してくれます。基本的にキューブって回したものに対して逆再生すれば元に戻るんですけど、そういうずるいことはなしにして、与えられた状態だけを見た結果、それを揃える手順を見つけてくださいということをしているので、必ずしも入力に対してそれを逆再生した結果が返ってくるとは限りません。なので、元の手順より長くなってるんですけど、これでも揃うはずです。ちょっと実際に入力してみますか。ということで、フーディニの画面に来たんですけど、さっきのプログラムの出力部分を取ってきたのがこれです。で、入力とする状態と、それを元の状態に戻すための、この状態という2つを、こんな風に連結させまして、これをリグの方に入れれば、
ちゃんと元に戻る動きになるはずなんですけど、はい、こんな感じです。こんな調子でいろんなアニメーションを試しまして、見た目に面白く見えるやつとか、そんなものを探していたわけです。この探索をするアルゴリズムの方は、おそらくリグよりもちょっともっと難しくなってしまうというのと、風鈴とは全く関係なくなってしまうので、ここでは話はしないんですけど、簡単なイメージとしては、愚直に状態を探索していくと、数が多すぎてちょっと非常に時間がかかってしまうので、なんか中間地点みたいな状態を用意して、揃った状態とインプットとなる状態から、両側から探索をして、中継地点を目指すみたいなことをしています。そうすると、スタートとゴール両方から、イメージとしては半分ずつぐらい道をたどることになるので、探索する手順の数が大体半分くらいになるということで、考えるべき場合の数が大きく減りますという感じで高速が望めるというような、大体そんなイメージです。とにかくそのうち長くて見た目が面白くてというのを持ってきたのが、この動きなわけですね。これもちょっとメモしておきますかね。はい。という調子で、手順を探索していたわけです。というのが、思いのほか時間が余ったので収録したおまけ部分でした。ということで、これで時間もちょうど良さそうなので、ついでにこのまま話をまとめてしまうと、キーノートに出てきた、コペルニクスのデモとして紹介されていたものの裏には実は結構面白いリグが隠れていまして、動的に親子関係が入れ替わるようなちょっと複雑なリグなんですけど、うまいことやっていくと、かなり高速に処理ができて結構面白い動きが作れますというのが一つと、あとはこの長い間書いていた本ですね。この動画が公開される頃には、やっと発売になっているはずなんですけど、このキューブだけではなくてですね、もっとですね、こういう面白い有機的な形であるとか、こういう複雑で難しいものだけではなくて、第一章の方はですね、非常にシンプルなところからフリーの基本操作から、入ってまして、誰が読んでも面白いのかなという本になっているはずでして、この本現状英語になる予定は今のところないんですけど、ぜひ読みたいという声がもし海外から高まればですね、翻訳されてくれないかなとか、そういうことも私は思ってるんですけど、ぜひ読みたい人がいたら積極的に声を届けてくれると非常に嬉しいです。一応電子版は出るようなので、日本国内でなくても買うことはできると思うんですけど、充実の488ページということにどうやらなったようなので、何度も言いますが、ぜひ読んでくださいということです。以上がコペルニクスのデモとして紹介されていたキューブのリグとかアニメーション周りの裏話でした。じゃあ